こんにちは、はるかです。はいです。はい、ということでね、パック終わってちょっとね、お腹が空いちゃって、ちょっとデリバリーでね、あるものを注文しました。はい。でそれはね、ちょっと深夜からもう今1時半くらいなんだけど、もう2時だよ。そうもう2時、あやばい。2時だよ。なんかね、ちょっと早速食べていきたいんですけど、まずポータマっていうものを頼んだんですよ。ポータマっていうのが、沖縄のね、スパムと卵をサンドしたおにぎり。スパムなのあれって？あ、そうスパムらしいの。そうなんだ。そうそれをね挟んだおにぎりらしいんだけど、でプレーン2つと、なんだったっけ、ツナと明太子とキムチだを注文しました。いいですね。チンする？あ、確かにね。そうだね。じゃあちょっとね、チンしようか。めっちゃ可愛くない？美味しそう。大きくない？意外と。しかも後ろに書いてあるキムチ、明太子、普通のプレーン。なるほど。どっち食べたい？キムチとどっちでもいいよ。どっちもいい？まあ一回じゃあチンして決めようか。そうだね。なんかいいね、このさ、チンするとかもさ。チンするって確かにね。温めるとかじゃなくてチンするだから。お皿いる？あ、お皿とかね、なんか食べやすそうだよね。まあお皿があればの話かもしれない。なるほどね。あれ、お皿ないかも。あった方が嬉しいよね。あ、上かも。まあ一旦ね。まあ一旦ね。ないかな。ちょっともう一回こっち見てみようか。ね、これカメラ見てるカメラじゃない、画面見てる皆さん何してるんだろうって感じだと思うんですけど、私たち今ウィークリーマンションに泊まっててね。あったお皿。あった？うん。嘘。ほんとないと思ったのに。本当だ。しかもちょうどいいサイズ。ね、じゃあお皿あるんだ。2つとこれでしょ。最高。めっちゃよくない？ぬるい。いいかな、ぬるくて。まあいいんじゃない？熱々食べづらいもんね。で一旦まずこれプレーンでしょ。はい。こっちキムチ。好きな方でいいよ。どっちがいい？悩むよね。キムチと明太子。じゃあじゃんけんする。じゃんけんで勝った方がキムチにしよう。オッケー。で負けた方が明太子。最初はグーじゃけんぽい。あいこでしょ。オッケー、じゃあこっち。これ日本人めっちゃやる。決めきれない時は勝った方と負けた方がもうこれって決める。よし。じゃーん。じゃーん。めっちゃいい。ちょっと飲み物もじゃあ入れようか。そうだね。今日ね、飲み物はこれ紅茶家電。知ってるかな？紅茶のね、有名なシリーズなんだけど、私は紅茶家電のレモンティーで、まいちゃんがガーデンシークワーサーティー。これさ、沖縄限定っぽいよね。沖縄限定っぽい。しかもね、ここにサンリオのキャラがいるんだけど、首里城なの。そうだね。ちょっと見せてない？これ沖縄の限定イラストがついてる。可愛いね。これめっちゃ可愛くて即決だったよね。ね、これがいいってさっき。よいしょよいしょ。やっぱさ、夜食っていいよね。いいよね。なんでこんなにいいんだろう、夜食。よいしょ。いやー、私たち8日間頑張ったね。頑張りました。お疲れ様です。乾杯。めっちゃ美味しい。まあね、レモンティーも美味しい。レモンティーに近いかも。でもちょっと飲んでいい？でもなんかもう色は若干違う。でもね、割とレモンティーに近い味してるよ。全然違うよ。ね。全然違う。全然違う。飲んだら違う。でも確かにレモン、柑橘だからね、一緒の。なんかすごいさっぱり。もうちょっと爽やかだね。そうそうそう。こっちの方が甘いね。ちょっと食べよう。普通のから。ね。最初はやっぱノーマルだよね。そうね。よいしょ。うわ、めっちゃ美味しそう。ちょっとみんなにも。こんな感じのね、サンドされてるんですよね。卵とスパム。すごい。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。ね。お、本当だ。ちょっと。美味しそう。やばい。やばい。ちょっとつまみ食いしちゃった。食べました。イエイ。いただきます。いただきます。あ、スパムなんだ。お店によって違うのかな、これ。美味しすぎる。おいしい。これさ、なんかお店によってここのスパムじゃないとこあったと思う。
あったんだ。うん、見たかった。あとなんかもうちょっと分厚いとかあった、そういうのあった。いろいろ。確かになんかベーコンみたいなやつ入ったのも見たかも。確かに。いろんなね。いやでもポーたまね、マジでずっと食べてみたかったね。家でも作れないかな、こういうちょっと薄いさ、卵作ってさ。できそうじゃない？ね、できそうだよね。おにぎらずみたいな。おにぎらずね、流行ったよね。私も作ってたわ、一時期。何もね。なんで国際通りでもさ、ポーたまのお店すごいみんな並んでた。やっぱそうなんだ。特に外国の方かな。そうだよね。食べたいよね。私も食べたいって思ったもん。日本人なのに。おにぎりいくらでも食べてるのにさ。ね、本当だよね。まだ食べたいんかって。ね。日本人っておにぎり好きよね。早く。てかさ、今回さ、もうほぼ1週間じゃん、沖縄。彼氏寂しくない？寂しがってない？全然。マジで？あら。一人時間好きな人だからさ。そうなんだ。そう、もう全然大丈夫。はるちゃんの方は？まあゲームは好きなんだろうけど、でめっちゃゲームしてるんだろうけど、寂しいって感じずっと。なんか早く帰ってきてってめっちゃ言ってくる。そうなんだ。なんか一緒に住んでるからっていうのもあるよね。普段ただいまって言ったら誰かいるみたいな。いなくなると寂しいよね。私たちはさ、全然別々だからさ、住んでるのがね。そこまだね、そこで慣れがあるからさ。そう、1週間に1回ぐらいしか会わないし、普段から。その1週間が私は沖縄にいるっていうだけみたいな。まあ連絡の頻度がねちょっと下がるからさ、忙しくてこっちが。それくらいかな。でも電話とかしてる？こっちいる間。たまに。そうなの？そうね。私毎日してるわ、夜。してたね。さっきもしてたもんね。めっちゃ美味しいね。結構ボリュームあるよねこれ。ね、2個。食べ過ぎ？夜中の2時に。やばいよね。明日朝ごはん食べれなくなっちゃうよ。いや、食べるよ。食べるか。せっかく旅行に来たんだからね、お腹いっぱいでも食べなきゃ。もう気合入ってる。気合でいく。待って、美味しすぎる。なんかはるちゃんさ、このチャンネルでさ、彼氏ともなんか食べてるやつ撮ってなかった？食べてる。ずっと食べてるんだけど。食べ過ぎじゃない？めっちゃ食べてるなって思ってた。でもさ、好きなことしてる時の自分が一番自然体じゃん。食べるの大好きだからさ。食べてるんだよね、ずっと。これは食べた方がいいわ。だって明日もどうせさドライブスルーとかしたらまた食べるじゃん。やばいんだけど。ずっと食べてるこの人みたいな。食べてない動画探す方がね、早いかも。こうやってさ、せっかく今沖縄にいるからさ、こうやって沖縄のご当地のさものとか紹介できたりするじゃん。ほんでまた違うとこに行ってさ、違うもの紹介してさやったらいいよね。本当やね。47都道府県やりたいね。やりたい。やりたいそれ。本当にさ、各都道府県本当にいいとこいっぱいあるからさ、絶対。私もまだ行ったことないとこがほとんどだし、そういうのやりたいよね。でもさ、よく言われているこれが有名だよみたいなだけじゃなくて、地元の人に聞いて、あそこが美味しいよって言われたとこに行くとか、そういうのも面白そうだし。そういうのってさ、やっぱよく言うのがタクシーの運転手さん。よく言うよね。ね、美味しいとこいっぱい知ってるってね。やりたい。九州もさ、なんかもっと行きたい、ちゃんと。ね。私も。大きいよね、九州。大きい。めっちゃ。私さ、行ってみたいのがさ、行ってみたいっていうか、食べ物で言ったら宮崎でチキン南蛮食べたいの。わかる。めっちゃ食べたいの。ご当地で。大分に行った時に鶏天を食べたのね。めちゃくちゃ美味しくて、こんなに違うんだって思ったの。だから宮崎の本場のチキン南蛮と、あと鶏刺し、鶏が有名だよね、確か。そう食べてみたくて。めっちゃいいね。チキン南蛮食べたい。あと唐揚げね、中津だっけ、大分の。唐揚げね、食べたい。食べたい。
なんかめっちゃね競合が多いからすごいいっぱい唐揚げ屋さんがあるらしいよ。へえ。ね、ライバルが多いってことはみんな全部美味しいってことじゃん。そうだね。だって他のお店に勝つようにさ、うん自分たちのこうカラーを出したりねうんするわけだから。お腹いっぱい？やばい。やばい。うん美味しすぎてお腹もいっぱい。1個がでかかったね。結構あるけど。うまいんだけどやっぱ元気出るお米ね。ね。本当にこの4日間やばかったじゃん。もう本当にもうヘロヘロだった。本当に。ね。だからさ毎回さうん。ご飯食べたらさなんかもうみたいなやばかったよね。生き返るって。うん本当にそう。だってもうさ、朝起きた時は朝ごはんが楽しみでうんいろいろ準備したりして、次午前中の仕事は昼ごはんが楽しみでやってるし午後の仕事は夜ごはんが楽しみでやってるし。マジでさ、だよね次のご飯が楽しみ、そうだよね。ただもうちょい温めるそうね。ね。なんか温めてくるわ。ありがとう。温めてきますめっちゃいいよねこんなのんびりでさ。本当だよ。ねいいのそれで。ね。どうなんだろう。でもさこういう風に取らないとまだ私はなんかかしこまった日本語になっちゃう。緊張しちゃうんだよね。カメラの前だとね。そうそう普段からさ、うんなんていうのカメラに撮られることに慣れてる人って少ないじゃんやっぱ。だから緊張してなんかリアルな教科書には出てこないようなリアルな日本語お届けしますって言ってるのに、自分がそれを喋れなくなるんだよね。編集してる時に気づくんでしょ。そうでやっぱりこれ投稿できないとかって結構消してて、そうなんだ。あそうだいたい5本撮ったら1本か2本はボツになる。そうだったんだね。そうだからねコラボ動画はねそうならないの。っていうのがねやっぱりチーンよいしょやっぱりさってことはやっぱ、なんか伸び伸び喋るって大事なんだなと思って。そうだね。自然に喋れてるからボツにならないってことだもんね。温めました。うわ、あったかい。ね、熱々にしちゃった。ありがとう。よし、食べるぞ。ちょっとおかわりこれ。めちゃくちゃ美味しいな。わでサンリオもめっちゃ可愛い。ね、可愛いよね。ね、私ポチャコっていうのが好き。待ってやば。やばくない？キムチ入ってる。キムチ入ってる。ね。なんか匂いもさ。さっきとまた全然違う。すごい。まいちゃんはキムチで、私がね明太マヨ。明太マヨ。お、明太マヨこんな感じ。美味しそう。もう入ってるね、見えるね。美味しそう。美味しそうです。いただきます。いただきます。なんかハンバーガーみたいなボリュームしてるな。そう。美味しいよ。これ確かにさ、2種類味変えてよかったね。なんかそのプレーンだけじゃなくて。そうね。なんかアクセントがいい感じ。美味しい。日本中いろんなとこ行きたいしさ、海外も行きたいしさ、行きたいとこ多すぎるんだよね。本当にそう。ね、落ち着かないね。仕事持ちながら移動して、仕事して遊んで、オンとオフね切り替えてやれるからいいよね。私やっぱりそのために働いてるみたいなとこもあるじゃん。なるほどね。じゃないとこういうさリフレッシュがなかったらさ、何のために働いてるか分かんなくなりそう。本当にそうだよ。特に日本人はさそれを見失いがちじゃん。なんか忙しくなりすぎちゃってさ、こう犠牲にしちゃうっていうか、自分を。これめっちゃ多いよね。多いね。だって本当に仕事のために生きてる、その、仕事のために生きたいって思ってる人もいるから、それがダメってわけではないんだけど、そうしたいわけじゃないのに、仕事のために生きてしまってる人もいる。でそれがすごい苦しい悩みになってる人もたくさんいたじゃん。本当にそう。しかも若い人でもたくさんそれで悩むじゃん。立った時にさ、なんか仕事以外のなんかやりたいことっていうかさ、これがやりたかったから私働いて頑張ってお金もらってたみたいなのが必要だよね、やっぱり。そうね。そういうのを
再確認する旅行だったり、プレゼントだったりね、自分へのプレゼント買うとかさ。そうだよね。なんか今私たちって結婚もしてないしさ、彼氏はいるけど子供がいるわけでもないというか、だから誰かのためにっていうのがまだない世代だからね、余計にその自分にね優しくしてあげたいよね。今のうちにね。子供とかがいるとやっぱ子供のために頑張るっていうこう理由の優先順位が変わっちゃうからさ、これはそれでね幸せだし、でもそうじゃないんだったら今のこの環境と状況を生かしてさ、自分を満たしてあげるっていうの大事だよね。大事だよね。幸せ。美味しいですね。次どこ行こうね。そうね。でもずっとなんかいろいろ行きたいとは言ってるけどね。行きたいところが多すぎてさ、どこに行くか決まらないから行けないよね。一回決めちゃった方がいいのかもな。どこにしよう。でも2人で名古屋行きたい。なんで？名古屋私楽しかったっていう最近の思い出もあるし、舞ちゃんも最近行ったじゃん。だからなんか2人とも行ったことないところも行きたいんだけど、2人とも行ったことあるけど別々で行ったとこも行きたくて、なんか今名古屋はいいなと思った。直近2人とも行ってたじゃん。そうだね。だからめっちゃいいなって感じ。なるほどね。名古屋か。私はどちらかというと行ったことないところの方が興味あるかもな。本当？和歌山とか。行ったことないの？行ったことない。そっか。でもそっか、関東からだったら行きづらいか。行きづらい。大阪わざわざ一回行ってから行くもんね。そうなの。なるほどね。意外とあの辺の滋賀、和歌山とかあの辺って行ったことなくて。三重とか。三重は行ったことあるの。そっか、愛知の隣だしね。そうだけどあの辺に行ったことがなくて、あとはね、福井でカニ食べたい。それは絶対そうね。冬行こう。冬行ったよね。カニってね、取っていい時期が決まっててね。その時期カニ漁って解禁っていうんだけど、そのカニ漁解禁してからカニがその国産のカニが旅館に並ぶし、でもそれ以外の時って冷凍のカニとか、なんか海外から輸入したカニとかが並ぶけど、なんかやっぱりこうどっちが美味しいとか関係なくさ、せっかくならその福井の海で採れたカニが食べたいじゃん。だったらその解禁してから行きたい。調べないとね、その時期また。毎年ね、日付がもう出てるのかも。なんか決まるの。何月何日って。そうなんだ。いや福井でカニ食べたいわね。あるね。なんかそれこそここでこれ食べたいっていうのを理由に行きたいかも。今まではこういう場所に行きたいとか、例えば千葉だったらディズニーランドに行きたいとか、なんかそういうテーマパークとかさ、いわゆる観光地を目当てに行くことが多かったんだけど、最近もなんかそういう感じじゃなくて、どちらかというとこれを食べに行きたいみたいな。どこでも食べれるけどでも広島の牡蠣が食べたいとか、なんかそこので食べたら絶対に美味しいよねっていうものをそこで食べたいみたいなのがちょっとあって、それで言うと福井のカニと、なんだっけな、忘れちゃった。なんかあったんだよね。福井じゃない、他の。でもそれこそ名古屋もそうだよね。名古屋の味噌カツが食べたいとか、そういう感じ。私北海道のジンギスカン食べたい。食べたい。食べたいよね。食べたい。なんかね、あれらしいよ。ほとんどのジンギスカン、日本中のやつは、なんか多分高いお店とか行けば美味しいの食べれるけど、それ以外って基本冷凍なんだって。なんだけど北海道はその一回も冷凍してないやつが食べれたりとかするみたいなのを。そうなんだ。そういうお店が多いんだって。行きたいよね。私ジンギスカンめっちゃ好きで。そうなの？そう、大好き。だからね、多分ね、食べたことないか、食べたけど記憶がないか、全く味をの記憶がない。めっちゃ美味しい。羊だと食べれる？まいちゃん。多分食べれる。多分食べれるけど癖あるっていうね。癖があるのは知ってるけど、どんな癖があるのかは知らない。なんて言ったらいいんだろうね。なんか人によってはさ、なんか牧草の匂いとかだけど、なんかそんな感じでもないけど、なんか確かに
ってやったらなんかこう獣臭みたいな感じはするけど、その癖が美味しいなって私は思うし、そうなんだ。待って、はるちゃん、私だってパクチーも大好きだもん。そうだ。そう偏食だからなんかよくわかんないな。いや、そう、自分でもね、なんかね、そこのねルールがわかんないんだよね。これは好きなんだ私って思うことあるの？面白い、自分でも思うんだ。めっちゃもうなんか梅干しとかもさ、好きなんだよね。嫌いだと思ってたけど。嫌いだと思ってたの逆に？それはなんで？なんか自分のなんか傾向的に？日本ってさ、梅干しの種類があるじゃん。しそ梅干しと甘いのとかもあるしね。蜂蜜、そうだし、しその梅干しを多分食べたんだと思うのね。それがなんかあんまりめっちゃ美味しいってならなくて、だから私苦手なんだみたいなって思ってたら、蜂蜜の梅干しのおにぎりを気づかずに食べたのね、入ってて。で食べたら、うわ梅干しだ、なんか美味しいみたいな。なんだそれ。そうで、そうなんだ。もしかして私蜂蜜梅食べれるんじゃないってなって食べたら、案の定美味しくて、私食べれるんだみたいな。変なの。不思議だよね。だから私結構アンチョビも好きだしね、癖あるものも好きなんだよね。そうだね。北海道はね、行きたいね。もう海鮮大好きだからさ、ウニも北海道で食べたいのよ。いや、わかるよ。なんかちょっとさ、やっぱなんだろう、やっぱり安いものだと良くない。あ、そうなんだ。それで苦手だったんかな。多分そう。だけど私金沢で一回ウニのなんか丼みたいなの食べたのね。イクラとウニの丼とか、美味しかったんよ。金沢で食べた時。違う？ちょっと甘いの。でしょ？想像つかないね。なんかウニってさ、ちょっとなんか磯臭さがあってちょっと苦くて、でしかも食感もなんかドゥルンってドゥルンザラザラみたいな感じ、じゃん、違うの。もうね、甘いのよ。美味しいの。それはちょっと気になるな。でしょ？なんかさ、そういう本場のところを食べて好きじゃないんだったら本当に好きじゃないと思うのね。もうそんな無理なんだ。確かにそうだよね。私はそう思ってるの。だけどなんかそれこそ冷凍のものを食べてとか、売りじゃないのにそこのものを食べて、それでなんか嫌いって言ってるのはもったいないなって思うのはある。確かにね。そうだから、ウニも私もすごい好きなわけじゃない。ウニを絶対食べに行きたいみたいな感じじゃないんだけど、北海道のウニってよく言われてるから食べてみたいなって感じで、それで美味しいって思えたらめっちゃいいなって思う。だってさ、北海道のさ、なんかこう Vlog とか見ててもさ、ウニめっちゃ出るよね。絶対食べるじゃんみんな。だから有名なんだなっていうのはね、めっちゃ見るし、確かに。でもなんかさ、前さ、私たちがさ好きな YouTuber の人でさ、何だっけ、なんかご当地のものを旬の時期に最高級品食べたのみたいなあったじゃん。見たなんかさ、ウニ美味しいみたいになってた気がする。確かに。一回それでダメだったらもう本当に諦めた方がいいし、スパッとね。確かにね。そう思う、本当に。私さ、牡蠣とかも前苦手だったのに、なのにね、高校生くらいからね、急に牡蠣食べたいになって、で食べたら牡蠣めっちゃ美味しいなって大好物になったの。それまで大嫌いだったの。だからね、なんかね、味覚が変わるっていうのもあるね、あるよね。大人になって全く一緒だよね。牡蠣好きじゃなくて、実家でさ、牡蠣フライがたまに出てたのね。で私は嫌いだから、なんか前は牡蠣いらないよねみたいな感じでって言ってたんだけど、多分実家出てから牡蠣が好きになったんだよね。で久しぶりに実家に帰って牡蠣フライだったのね。で前は牡蠣嫌いだと思ったからエビフライにしたよみたいな言われて、いや牡蠣好きだよって言ったら、好きになったのって言われて、そうもうだから嫌いが好きってさ、すごいでかいよね。だってなんなら好きなのよ。その苦手じゃなくなったとかじゃなくて、本当に好きになっててね。牡蠣ってなんだろうね。なんか私もそうだったからね。でもやっぱり数は食べれないかも。生牡蠣めっちゃいっぱいはいらないもん。いや、私さ、生牡蠣もバンバン食べるようになってるし、なんていうの、牡蠣小屋のさ、食べ放題みたいなのずっと食べてる。そうなんだ。なんかね、前ね、
動画でも登場した真帆と釘を焼いて2人で多分60個ぐらい食べてずっと当たらなかった？いやでもね蒸すからでもうガンガン火通して食べるからね、全く大丈夫だったけど、そう2人で60個くらい食べてもう一生いらないかもみたいな本当にその時は1年間くらい牡蠣食べたいにならなくて、まあでもそうなるよね。蒸し牡蠣美味しいよね。いやそう、なんか焼き牡蠣とかとまた全然違う魅力があるよね。噛んだ瞬間のさジューシーさが違うじゃん。そうだね、なんか出てくる感じがあるよね。そうレモンでずっと食べてた。めっちゃ美味しい。わかる。生牡蠣だと私も途中で気持ち悪くなっちゃうんだけど、蒸し牡蠣だったら食べれる。生牡蠣はねちょっと濃ゆすぎるんだよね。なのかな。風味もそう磯臭さがね、クリーミーさもさ、なんか蒸すとさ噛んでも噛み切れるんだけど、生のやつさ噛むともうとろーってなんか溶けるから、多分重いんだと思う。結構ちょっとなんかクリームっぽいっていうか、だからわかる。めっちゃ重いなとは思う私も。そうだからかもね。あとちょっとやっぱりどっかで当たるんじゃないかっていう怖さもありながら食べるっていうのが、あんまり数食べると危ないかなみたいなのも多分心理的に間違いないあって続かないというか進まない。生牡蠣ってガチャっていうじゃん。そうだね、言うよね。100個食べてもそれに当たらなければウイルスがあるものを食べなければ当たらないし、逆に1個食べてもそれを引いちゃったらもう当たるじゃん。みたいな感じでガチャってね言うよね。でもやっぱ食べれば食べるほどその母数が増えるわけじゃん。確率が上がっていくからね。だから普通に怖くて食べれない。確かにね、牡蠣は確かにそこが邪魔しそう。私もその心理的に。そうなの。いや全部ね、そのものは鶏肉だってそうだし、普通にお魚もそうだけど、牡蠣がダントツで当たりやすすぎてもう怖い。それはそう。だってしかもさめっちゃ効くじゃん。牡蠣に当たったんだって。でしかもさ結構さ苦しんでるじゃんみんな。もう無理。だからさ熱も出るしトイレずっと通ってみたいな。だけどさ、やっぱ食中毒って怖い。怖い。それを考えるとなんかやめようってなる。確かに。でも食べたい分だけ1個か2個でやめとこう。だから本当に美味しい牡蠣をでっかくてね、美味しい牡蠣をなんか2個3個とか食べても終わりとかでちょうどいいなって思う。欲張りすぎない。牡蠣に関してはそう思っちゃうかも。確かに。でも海鮮って食べたいんだよね。食べたい。だから北海道は絶対に行きたい。北海道行きたい。北海道でさ、その美味しいものたちがさ、なるべくたくさん食べれる時期っていつなんだろう。冬なんじゃない？やっぱり。やっぱそうだよね。わかんないけど、なんとなくイメージ。そう、私もそうなんだよね。なんか寒い時期の方が海鮮とかも美味しいイメージがあるし、ね、やっぱじゃあ冬で、まいちゃんってさ、なんかウィンタースポーツとかする？そんなにしないけどできるはできるね。私さスキーとかさスノボめっちゃ好きだからさ。好きなの？そう、でも北海道行ったことないし、長野とかも行ったことないからさ。スキーとスノボはどっちが好きなの？スキーかな。あ、そうなんだ。私もスキーの方がいい。ね、なんかあっちの方がこう林間コースとかも行けるから楽しくて、でも私が行ったことあるスキー場島根と鳥取だけだから、まあ言ったらそんなに大きいとこがないけど、なんか有名なとこって言ったらやっぱ日本だと長野と北海道とまあ新潟とかのイメージだからね、そこはね行ってみたいんだよね。あ、そうなんだ。ウィンタースポーツさ、なんか大学生とかの時にさ、行ってる人よくいたんだよね。スノボ行こうよみたいな、みんなで。全然興味なくて、なんかね、私寒いのが苦手だから、わざわざ寒いところに行くっていうのがもう嫌なのよ。雪山じゃん、当たり前だけど。まあ確かにね。なんか計画を立ててる時は面白そうって思ってなんか見てたりとかするんだけど、実際に行くじゃん、行って朝起きて、朝って寒い時間じゃん、朝起きてこう寒い中準備をして、わざわざ寒い雪山に行って、わざわざ寒い上の方まで上がって、わざわざ風を切りながら寒い中降りてくるっていうのがもう意味が分からなくて全然温泉行きたいみたいな感じになっちゃうから、多分最初から行かない方がいいなと思って。だからよくさ男女グループでなんか行こうみたいなのあったじゃん。一回も行ったことないの。一回もない。でもできるんだ。家族で行ってたの。なるほどね。子供の時に毎年お父さんの方の実家が岩手県だったから。そうで、多分お父さんとお母さんどっちもスキーが多分昔からやってたのかな、だから2人ともできるからって言って子供にも多分やらせてあげたいみたいな感じで、必ずその年末年始に
お父さんの方のおばあちゃんおじいちゃんに会いに行ってたんだけど、その時にスキーに連れて行かれてたのね。めっちゃいいじゃん。だから子供がやりたいって言ったっていうよりはなんか毎年の行事だったみたいな感じ。いいね。そうでやってたから、まあ子供なんてさ年一でやってればさ、ちょっとずつ上手くなるじゃん、忘れちゃってもすぐ。そうでその流れで一回なんかスノボもやってみたいみたいな感じで、スノボの講座みたいな入れてもらって、1日で終わるやつね。でちょっとやってスノボもその後何回かやったけどハマらなくてあんまり。あ、そうなんだ。スキーの方が面白いなって。面白いよねスキーね。しかもさ自由だしね結構。そうね。どっちもできるけどスキーの方がいいかなって感じ。ちょっとね行きたいね。ウィンタースポーツもしたいし、美味しいものも食べたいし。結局ね、じゃあどこ行くってなると先もないんだよね。またね、またこうやって堂々巡り。そう、全部行きたいんだけど、行きたいとこがいっぱい出て終わるよね、いつもね、話題がね。そう。結局いつ行くみたいな。だから私が友達歴長いのに、今回初めてじゃん、2人で。そうだね。そう。何気におかしいよね。でもずっと行きたいところはいっぱい話してた。そうあそこ行きたい。海外もね。そう。韓国行きたい。ベトナム行きたい。行きたいがいっぱい集まって疲れるんだよね。そう。結局どこ行こうみたいな。もういっかみたいな。そしたら気づいたら違う話題になってんの。そう。でまた今度決めようみたいな。もう一回さ次回だよね。いやそう。なんかさせめて日程でも決めちゃえばいいのにさ、それも決めないからさ。それもやんないね。なんか夢見て終わってるよね。美味しそう。あれ食べたい。いいねとか言って終わってる。行かない。行きたいね。全部絶対行きたい。でも私関西もめっちゃ好きだから、それこそ大阪とか行ってで次の日和歌山行ってとかさ、なんか大阪で3日間とかじゃなくて、そのステイの日はさ毎日大阪、和歌山、奈良、京都、兵庫で帰るとか。疲れる。いや移動めっちゃ楽よ。だって近いもん。そうだって大阪から京都も30分くらいだし電車、大阪から兵庫も30分の距離でしょ。京都兵庫もそんくらいなの。あ、そうなんだ。なんか兵庫県のどこっていう話だけど、京都市から神戸とかまでだとそんくらいで行けるし、そう大阪も難波とかから京都駅と神戸駅までだとそんくらいできる。そうなんだ。そうで和歌山だけがちょっと遠いって感じ。だから和歌山行くんだったら高速バスか車だけど、それ以外だったら正直大阪まで一回戻ってしまえば毎日大阪に帰るのが一番多分楽なんなら。そうなんだ。そうめっちゃだからまあ立地いいよね大阪って感じ。確かに。で観光地に囲まれすぎてない？ずるいよねあれ。そうね。大阪の人も結構大阪好きだよね。そうだって大阪1個でもあんなに強いのにさ、30分の距離に京都とさ確かに神戸と奈良があるってさ、強いね。ずるーっと思ってそりゃあ人気ですよって感じ。そうだね。確かに日本人もめっちゃ行きたいしね、ユニバもあるしねって感じですね。旅行行きます。行きたいです。ちょっとぜひねここ行ってほしいとかあったらねコメント教えてほしい。そうねって感じかな。まあでもちょっと食べ過ぎたね。いやもうお腹いっぱい。めっちゃさ眠くなってきた。眠くなってきたんでもう2時半だもん。で食べ過ぎだしね、血糖値が。そうちょっと寝ますかそろそろ。明日もね一日やっと全部が終わってやっと明日から観光だからね、寝ましょう。はい、ということでちょっと皆さん今日もねまったりのんびりトークでしたが、見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか？こんな感じでね明日ちょっとね一日めちゃくちゃ楽しく遊ぶ予定だから、その時はね回させてもらうんで、ちょっとぜひ明日はねみんなで沖縄の景色を楽しみたいなと、思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。